こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。本日のテーマは、お部屋のスッキリを保つ習慣について。片付けてもいつの間にか物で溢れ返ってしまう。数年前の我が家は、きれいにしてもすぐに汚くなって、片付けなきゃ。これが毎日の口癖になっていました。物で溢れた部屋を見渡して、私ってダメだなーって落ち込むこともよくありました。だけど、本屋さんやネットなどでいろいろな情報を自分なりに試してみたりして、これならできるかなっていう習慣を一個一個取り入れてみたら、毎日頑張らなくても部屋がすっきりと保てるようになってきたんですよね。まだまだなところもたくさんあるんですが、現時点で取り入れてよかったなって思う6つの習慣についてご紹介してみたいと思います。季節の変わり目は断捨離期間に。20代の頃にお気に入りで着ていた洋服でも、アラフォーを迎えた今の私に合わせると、なんか違う。私たちの思考って時の経過とか環境の変化とともにどんどん移りゆくものなんですよね。だからこそ自分の持ち物も定期的に見直してアップデートするようにしています。1年間使わなかったもの。これは私の手放す基準の一つです。だけどこれは1年に1回見直せば OK ということではありません。私自身が忘れっぽい性格なので、見直し期間が年に1回だけだと、これ1年の間に使ったような使っていないようなっていう感じで、あやふやなものがわんさか出てきてしまいます。それで結局あやふやなまま手放せなくなってしまう。そこでちょうどいいタイミングなのが季節の変わり目。最近だと春の草花が芽吹き始める3月から5月にかけて、洋服やお布団が冬から春に移行していく季節の変わり目です。この時期を断捨離期間っていう風に命名して家中のものと向き合いました。だけど収納を全部ひっくり返してみようなんてことはしません。いつもの暮らしの中に今シーズン使ってないものあるかなっていう小さな視点を加えて、ただただ生活するだけです。朝起きてベッドサイドに目を向けて、使ってないものはないかなって考えます。冬によく使っていたお香立て、最近は使ってないので収納します。キッチンに降りてきて朝食を作りながら不要なものはないかなって確認します。中途半端に残った期限切れの調味料。料理上手になりたいと思って買ったもののあまり使いませんでした。もったいないですが破棄します。こうして断捨離期間を過ぎると、大体の不要なものは一掃されてすっきりします。この習慣を取り入れてからは、新しい季節を気持ちよく迎えられるようになった気がしています。2つ目、意図しない色と柄をしまってみる。類は友を呼ぶ、そんなことわざがありますが、生活感は生活感を呼ぶ。これあながち間違ってないんじゃないかなって思っています。生活感って一口に言ってもいろいろな定義があると思うんですが、私の中での生活感は意図しない色や柄がついているもののこと。数年前の私の家はたくさんの色や柄で溢れていました。数日前に届いた封筒や手紙、何日も出しっぱなしのボールペンやハサミ、バラバラと散乱したリモコン。
後で片付けようって思うんですけどね。まずは効果が見えやすいテーブルの上、次にカウンター。そんな風にちょっとずつ意図しない色や柄を手放したり収納したりしていきました。今はリモコンはここに、読みかけの本はここに、ティッシュはここに。出しやすくてしまいやすい場所を選んで生活感の隠し場所を作っていきました。以前までは物が一つや二つ増えたとしても全く気にもしなかったんですが、生活感を収納した今は物が一つ置かれているとなんだか気になるようになりました。歯と歯の間にゴマが詰まった感覚っていうんですかね。なんだか気になって仕方がないので、すぐに片付けるようになりました。3つ目、足し算より引き算。生活感を収納してパッと見は綺麗になった我が家でしたが、今度は収納の中が溢れ返ってしまって圧倒的に収納が足りないっていう新しい悩みが出てきてしまいました。さてどうしようかっていうことで思いついたのが収納ボックスを買い足すことでした。メジャーでサイズを測ってちょうどいい大きさの収納をいくつか買い足しました。これでよしって思ったんですけど、新しく買い足したその収納がまたすぐにいっぱいになってしまったんです。これではキリがないなって思って考え方の根っこを見直すことにしました。物の量に収納を合わせるんじゃなくて、収納に物の量を合わせてみよう。ということで、180度方向転換です。徹底的に物を減らしました。45リットルの大きな袋をいくつゴミに出したのかもうわかりません。増やすのではなくて減らしていく。言葉で言うとものすごく単純なことのように聞こえるんですが、私にとっては世紀の大発見をしてしまったかのような驚きがありました。あの頃は足りない自分を少しでも満たすために足して、さらに足して、終わらない足し算のループに少し疲れていました。今あるものから引いて、残ったものを眺めてみたら、心の底からじんわり満たされる感覚がありました。今あるもので十分じゃないって思えるようになったら、灰色の景色がスッて明るくなって、前よりもずっと曇りのない生き生きとした日常を送れるようになったんですよね。太陽の下で干す洗濯物の匂い。炊きたてご飯から立ち上がる真っ白い湯気。疲れた体を包み込むふわふわのお布団。足し算と引き算、自分の中のいい塩梅を見極めながら上手に使いこなせるようになりたいなって思っています。4つ目、とっておきのお買い物を。春の大セール、話題の何々、これがあると便利。私たちの周りにはこういう誘惑たくさんあるんですよね。ついつい甘い香りに誘われて、これあったら便利そうだよねとか、安いから今買っておかなきゃっていう具合に、その場のひらめきでホイホイとカゴに入れてしまう。実際に使ってみるといまいちだなって思うことあるんですよね。だからといって買ったばかりのものをすぐに捨てられないのが難しいところです。もったいないですもんね。結局ちょっと違うんだよなって思いながら仕方なく使ってみたり、とりあえずしまっておこうって棚の奥の方にしまってみたり、自分にとってのとっておきを見つけるってなかなか難しいなって感じます。買う瞬間が喜びの頂点にならないような、そんな買い物をしたいなって思いながら、
失敗と反省を繰り返していたら、少しだけ見えてきたことがあります。大切なことは、買い物の物差しを用意しておくこと。今までは、なんかピンときたんだよねっていうその場の勘を頼りに買い物をしていましたが、この物差しを使ったら大抵のものがこれ買わなくてもいいじゃんに変わっていきました。今では新しいものが家にやってくる機会が減りましたし、この買い物無駄だったってモヤモヤを抱え込むことも激減しました。それでもまだ失敗してしまうことはあります。とっておきのもの選びは一日にしてならず、まだまだ目利き修行は続きそうです。5つ目、2つの欲しいものリスト。私には2つの欲しいものリストがあります。1つ目のリスト。ここには生活に必ず必要なものを書き込みます。卵があと3つでなくなってしまうとき、牛乳が終わってしまったとき、気づいたとき、ここに書き足します。買い物に出かけるときには、この紙をポケットに忍ばしていく。これが私のルーティンです。リストにないものは極力買わない。そんな風にルールを作ってみたら、余分なものを買わなくなって節約になりますし、迷う時間も減ってお店の中をうろうろさまようことが減りました。もう一つ、2つ目の欲しいものリストです。これに書き込むのは必須ではないけれど欲しいもの、いわゆる贅沢品のリストです。まずは思いつくままに欲しいものをどんどん書いていきます。欲しいものを出し切ったぞーって思ったら、3ヶ月間寝かせるのがこの使い方のポイントです。最初は絶対に欲しいって強く思っていたものでも、3ヶ月後に見返すと、あれ？これはなくてもいいな。そう思うものがぽつりぽつり出てくるんですよね。3ヶ月熟成させても、なお欲しいものだけをお迎えする。そうしたら、不要なものが増えにくくなりましたし、何よりたっぷり熟成させた分、お迎えした時の喜びが何倍にも大きくなりました。紙とペンがあれば簡単に作れるこのリストは、思っていた以上の満足感を与えてくれています。6つ目、50点の片付け。いつまで経っても部屋がすっきりしないなーって悩まれている人ほど100点満点を目指している方が多いような気がします。やるからには完璧じゃなきゃ。失敗したくないんだよな。完成のイメージができたら始めよう。そう思っているうちに片付けのハードルってどんどん大きくなっていくんですよね。100点を狙うから身構えてしまう。50点くらいがちょうどいいんじゃないかな。そう思うようになりました。おすすめは頭で考える前に手を動かしてしまうこと。手放して後悔したらまた買えばいいや。大体が整えば OK。失敗しても後で微調整すればいい。ざっくり手放してざっくりと収納してしまうこと。手を動かしてみると、考えているだけでは気づけなかったこともいろいろと見えてきて、こうしてみようか、ああしてみようかっていう具合にだんだん夢中になっていってしまいます。片付けを大きなイベントにせずに、手を洗うくらいの感覚でやってみる。数分の隙間時間を見つけて収納を整えてみたり、テレビを見ながら出しっぱなしを収納したり、そうしているうちにハードルはみるみる下がっていきました。今では、片付けなきゃっていう心のお荷物が随分と軽くなって、部屋のスッキリを自然に保てるようになってきた気がします。6つの習慣をご紹介させていただきましたが、
何か一つでも参考になることはありましたでしょうか？皆様も工夫されていることや心がけている習慣などありましたら、コメント欄でご教授いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。